パくんです。いい先生を招いております。韓国人のお医者さんで、今東京の赤坂で活動されております。日本の医師免許を持って、韓国のお医者さんとの学会行ったりとか、研修されたりとか、お医者さん、病院文化って何が違うのってことが気になって聞いていきたいと思います。まずはですね、韓国と日本で、どういう活動をされてきたのか。まず医者はあと10年目になります。日本の東京女子医科大学という、医学部の学校を卒業して、その後、長野県にある諏訪中央病院というところで2年間初期研修を行って、昭和大学というところで皮膚科を6年間学び、いろんなクリニックで働きながら、今年の8月に赤坂で皮膚科を開業。皮膚科の専門医を取得しているのと、あと薬のアレルギーを専門にして医学博士の学位を取っております。韓国は医学部5年生の時に一度イファヨデっていうところで、1ヶ月病院の研修と、去年ぐらいから韓国で行われる皮膚科の学会だったり、日本で行われる学会に韓国の先生がお越しになる時に、一緒に通訳に入らせていただいたりっていうような形で活動させていただいているという状況です。通訳の話だったんですけども、韓国の先生が日本に来てびっくりされる部分ってどういった部分が多いですか？韓国は医者が絶対にレーザーを打たないといけないっていうのが、日本は指示を出すことで看護師さんが施術をしてくれるっていうのが一応法律的に許されているので、一番大きいかなと思います。今の話を聞くと、看護師さんに受けて大丈夫みたいな不安に思う方もいるかなと思ったんです。日本は日本で逆にその診断とかお話をする時間をしっかり取るクリニックが多いかなと。例えば韓国だとカウンセラーさんと話す時間が多くて、短い時間で先生がパッパッパって診断して、これとこれとこれやりましょう。あとは値段、カウンセラーさんと相談してね、みたいな感じになることが多いかなと思うんですけど、だから工場系ってよく韓国言われるのは、医者が全部やらなきゃいけないから一日中とにかく医者が忙しいので、あっちのレーザー当てて、こっちのレーザー当てて、戻ってきて一瞬診察してっていう風にスピード感がすごく求められるので、時間が限られていて、その中をどう配分するかみたいな。韓国に医を受けに行くって話多いじゃないですか。はい。それに対するメリット、デメリットがあるとしたら。日本に入っていない新しいものを早く受けることができるっていうのがまず一つ。あとは早くやっているので経験値がたくさんある先生がいるっていうのも大きい。あとは、日本は機械を医者の、責任で個人で輸入して患者さんに治療を提供するっていうのがどうしても制限があるので、韓国だときちんと承認を取っていて、かつ韓国国内で作られている美容医療機器っていうのが存在するので、価格が安く受けられるっていうところもいいポイントかなと思います。ただ、言葉の壁だったりとか、結局は工場系ですごい玄人さんであれば問題ないけれども、向こうに行って日本と同じ雰囲気でゆっくり話して相談して決められると思っていくと、ちょっとだけ認識の違いが発生することがあるかなと思うので、そういうのがあんまりだったっていうポイントになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、工場系の話あったと思うんですけども、何らかの理由がありますか？韓国で医者をしてるわけではないので、なんとなく漏れ聞く情報とかで判断するっていう形にはなるんですが、韓国は医療ストライキとかが2年前とかにもあって、で、それで医療費を削減して医者の働く環境がより厳しくなってしまうので、大学病院に残り続けるより、美容医療の業界に行く方がいいんじゃないかって、一気に美容医療の医者が、今度はまたより美容医療の業界で競争社会が大変になって、患者さんの奪い合いになって、だけどその上で韓国人ってすごいせっかちじゃないですか。結果が出ないと、もうこの病院ダメだから行くのやめるみたいに多分なる性格のちょっと日本よりは多いかなと思うんですね。なので、結果をきちんと出したいっていうところを少し出力が強かったり、入れる薬剤の量が多かったり、そういう風になりやすいかなとは思います。すべてではないと思うし、私の知ってる先生でとても自然にやられる方もいらっしゃるんですけど、そういうのが生き残れるようにっていう風にちょっとなっていきがちなのかなという風に感じています。患者さんの違いもありそうな気がするんですけど、韓国の方、美容に熱心というか、そういうイメージがあります。そうですね。特にうちに通ってくださってる韓国の患者さんとかも、毎週皮膚科に来るのが全然 OK っていう人が多いです。エステサロンとかに行くようにも毎週行って常に自分のお肌をいい調子にしておきたいっていうふうにも毎週通ってくださるみたいな方が、ちょっとだけのメンテナンスをコツコツやるっていう人が多いけど、日本の方はどっちかというと月に1回長く時間をとってしっかりメンテナンスして、その後また1ヶ月後っていう風にサイクルを選ばれる方が多いかなと思います。それは韓国だと毎週行くのが当然みたいな風潮がある程度あるから、通院頻度とか違い出るなって思って見ています。ありがとうございます。で、他のところで行くと、
いい先生は医学博士号を持っているとのことですが、なんか大学とか学問、アカデミアって感じた日韓の違いもあったりします。私もこれ韓国で働いてないんでわかんないんですけど、その韓国の大学病院で研修をしに行った時に、ものすごい軍隊みたいに上下関係が厳しかったので、この上下関係が厳しいのを、私も自分の日本の中高で、運動部に所属して、その時の先輩後輩っていうの上下関係は厳しいのはある程度経験したことがあるつもりだったんですけど、これが韓国の軍隊かって思うぐらい韓国での病院の研修が厳しかったので、そこからずっと医者になってもその上下関係がすっごい厳しく続くんじゃないかって思ってたんですけど、実際皮膚科になって、韓国の学会に行った時に、おそらく同じ大学の先輩後輩関係だったりする人が、一緒に楽しくお酒を飲んだりしている姿を見て、あの時の上下関係の厳しかったのは一体どこに行ったんだみたいに、あの時私厳しくてとてもできないと思ったけど、みんなめっちゃ仲良しじゃんって思って不思議な気持ちになったり、あとはどの大学出身かっていうのを自分のブランドにしていきたいっていう思考は、韓国の方は強いのかなと思います。特に専門医を持っているかどうかっていうのを、韓国は専門医持ってたらもうここにすっごい大きなワッペンで、皮膚科専門医って赤いワッペンをつけるんですけど、それを皮膚科専門医の先生はプロフィール写真でも絶対ここがこうやって写るように撮ってたりとかっていうのがあるので、専門医を持っているっていうところとか、資格を持っているっていうところに対してシビアに捉えてるっていう印象が日本に比べて強いなっていうふうに思います。そうですよね。ソウル大学何々歯科とか、四世大学みたいなそのロゴを外につけたりとかもしてて。そうですね。大学のロゴすごいついてるところ多いなと思います。他のところで感じた日韓の違いとかありそうですか？日本はまだまだバレないでやりたいっていう思考回路がすごい強いので、ダウンタイムすごい気にしたり、韓国もちょっとずつそうなってるんですけど、麻酔クリーム塗ってそのまま待合室で待つとか、日本だとまだまだ少数派なんです。とは、看護師さんの資格のできる範囲っていうのが違うので、韓国は、あと医者がいろいろできる分、韓国にたくさん行ける立場なので、韓国で経験値の多い先生たちから直接いろんな経験を聞くことができて、今度は日本に帰ってきて、それを自分のクリニックの看護師たちに教えないといけないので、同じように、韓国で受けるようにレーザーが、うちのクリニックでも受けられるように看護師たちに、知識を共有していくっていう作業がやっぱり必要になるので、そこのバランスっていうのをどういうふうに韓国で習ったものを日本に持ち帰ってきて、クリニックの中で提供するかっていうのは仕組み化していかないといけないなと思うところではあります。最後、これはこのもの日本に持ってきてよかったな、みたいなところはありますか？例えば最近流行ってるいろんな治療だったりっていう、誰か越しに聞いたり、いつかその会社ができて、実際に誰かから説明を受けるまで待つっていう状態じゃなくて、自分から取りに行ける情報を、直接使ってる先生に聞いて、副作用だったりってところも全部包み隠さずに聞いて、どうやったら安全に使えるかっていうのを、ちゃんと話して理解した上で、会社とかからセールストークみたいなのを聞くだけじゃない、本当の部分を聞いてできるっていうのはいいところかなと思います。あとは、化粧品の成分とかとにかく韓国は早くて、パリパリの文化だから、どんどん流行が入れ替わっていくので、新しい情報に触れられたりできるっていうのもいいところなのかなと思います。例えば日焼け止め一つも日本にはない韓国でクリニックでしか売ってない化粧品とかをうちだと取り扱っているんですけど、日本だと全然まだ流行ってないけど、韓国だとどのクリニックに行ってもこれがあるみたいなものを、なんでこれみんな使わないんだろうなと思って、自分の中では割と当たり前なのでそれをクリニックで取り入れたりとか、あとは施術も超音波の施術とか衝撃波の治療とかも韓国だと割と定番の治療なんですけど、まだ日本にはあんまり入ってきてないので、そういったものを早く取り入れて日韓の差がなく、日本の方は早く韓国の治療に触れられるし、うちは韓国語しか喋れないみたいな患者さんもいるので、逆に日本で韓国と変わらない治療が受けられるっていう意味合いで、メリットになるんじゃないかなと思います。はい。というところで、こちら、いい先生にいろいろ聞かせていただきました。グローバル化がどんどん進んでいって、その中でも副作用とかも出てきてるとは思うんですけれども、こうやっていい先生の場合は、韓国で良いものがあれば、それを持ってきて、日本の患者さんに提供しているっていう話を聞いて、とても感銘を受けました。いい先生はですね、東京の赤坂の方でクリニックを運営されているので、ご興味のある方はぜひ概要欄とコメント欄に書いてあるリンクの方、ぜひ入ってみてください。そしたらいい先生、ありがとうございました。ありがとうございました。